こんにちは、皆さん。今日はとても特別な実験を行います。ご存知の方も多いでしょう。転生したらスライムだったケンソー、あの大ヒット作品の設定を使って、AI がどんな物語を作れるのかを試してみたんです。驚くべきことに、大まかなあらすじだけは AI に教えましたが、それ以外の編集は一切人間が介入していません。果たして AI は、オリジナルとどれだけ違う、または似た物語を想像するのでしょうか。今回の動画で、その答えを一緒に見つけましょう。小一新たな始まり転生と出会い、いつもと同じ夜の都市で、夢見るような光がぼんやりと交錯するスカイスクレーパーの間に、死が一瞬のうちに訪れた。三上悟、地球の一端で生まれ育った一人の男が、何の前触れもなく闇に消えた。そこは、科学技術が極限まで突き詰められ、人々が情報と物質の豊かさに溺れる一方で、人の命があっけなく失われる場所でもあった。何が彼の命を絶ったのかそれは重要ではない。重要なのは、彼の魂が次にたどり着いた場所である。黒と白が交錯する宇宙の狭間、そこは生命の輪廻が交差する場所であった。三上悟はこの瞬間から、リムルと名乗るスライムとして新たな生を受けた。リムルは最初の瞬間、その世界に適応するためのスキルを獲得した。瞳のないその形状から、全てを感じ取るスキル、それは魔法感知だった。自らの存在とその能力を認識すると、リムルはつぶやいた。さて、スキルがあれば、何ができるだろうか。この新しい形と力で、力は何のためにあるのか、それはその持ち主が何を求めるのかによると、宇宙の狭間から聞こえてきた声が答えた。その声は偉大なる賢者であった。おう、偉大なる賢者よ。私が何を求めるか、それはまだわからない。だが、この力で何かを気づきたい。気づくという行為は、永遠の営みに過ぎない。しかし、それは美しい歌とも言える。この賢者との対話を通して、リムルは自らが何を求め、何をなすべきかを探ることになる。この対話は、新たなる旅の始まりでもあった。リムルはその存在に新たな目的と方向性を見出し、この異世界での冒険が始まるのであった。小一新たな始まり偉大なる賢者の語り部として、リムルはこの未知の世界において、自分自身が新しい書物であると認識した。各ページが未だ書かれていない可能性に溢れている。ところがその新しい書物を執筆するための最良のペン、それが偉大なる賢者のスキルであった。独自の論理と感性で物事を解析し、未来の可能性を探る。リムルはこのスキルを使い始めると、その世界の物理的な法則や生態系がわかり始めた。偉大なる賢者よ、この世界の法則を知ることで何が得られるのか。法則を知るとは、宇宙の楽譜を読み取ることだ。そして君は、その楽譜に自らの音符を書き込むことができる。その言葉に心打たれたリムルは、この新しい力を使って、この世界に何かを与えたいと強く思った。しかし、楽譜に適した音符とは何か、それはどうやって見つけるのか。リムルは疑問に思いながらも、偉大なる賢者のスキルが示す方向に進んでいった。新月の夜、深い洞窟に足を踏み入れるリムル。その洞窟は、世界の端々から生命力を吸い取るかのような、謎めいた光で満ちていた。ここに来た目的は何だ、リムル。偉大なる賢者が問いかける。何か大きな存在がここにいる。それが何か、見つけ出してみたい。大きな存在とは、星々が織りなす宇宙の一部であり、君と私もその一部だ。では、次に何をする？その大きな存在と会話をしてみたい。それが可能であれば。偉大なる賢者は黙ってリムルの希望を叶えるための道を示した。そしてリムルは、その道を進みながら、次の章で出会うであろうベルドラという存在に思いを馳せた。小一新たな始まり運命の意図、ベルドラとの出会い。リムルが偉大なる賢者の導きに従い、洞窟の奥へと進むと、目の前に現れたのは一頭の巨大な竜だった。その竜は青白い炎で覆われ、星々のような瞳でリムルを見つめる。
この竜がベルドラであるとすぐに分かった。おお、なんと美しい存在だ。君はこの世界の一部というより、宇宙そのもののようだ。リムルは簡単の声を上げる。宇宙そのもの、か。それは興味深い比喩だ。君の名前は？ベルドラは興味津々で問いかけた。私はリムル。この世界に転生したばかりの存在だ。転生、か。それは多くの糸が絡まり合い、新たな布が織られる瞬間だ。さて、君がここに来た目的は、ベルドラが問う、偉大なる賢者と共に、この世界の真実と私の存在意義を探る旅に出ている。そして、その旅路で君と出会いたくなった。真実とは砂のように握りしめるとこぼれ落ちるものだが、それでも君は探すのか。砂でも星でも、つかめるものは何でもつかみたい。その過程で何が見えるか、それが楽しみなのだ。ベルドラは炎を灯すような笑顔で答えた。君の探求心は火花のようだ。きっと多くのものを燃やしてしまうだろう。だが、その火で新しい世界を照らすこともできる。それならば、君もその新しい世界の一部となってくれないか。興味深い提案だ。だがその前に、君は私をこの封印から解放できるのか。リムルは偉大なる賢者に問いかけた。彼を解放する方法はあるか？方法はある。だが、その行為は君自身とこの世界に多大な影響をもたらすだろう。影響があろうとなかろうと、友を助けることに変わりはない。それならば、陸戦線で織りなす布に、私も一矢を加えよう。ベルドラは言い、リムルはその瞬間、ベルドラを捕食して封印を解いた。小一新たな始まり封印解除竜の呼び声。洞窟の空気は一瞬にして凍るような静寂に包まれた。偉大なる賢者の指導によって、リムルはベルドラを捕食し、封印の糸が解けるのを感じた。その瞬間、彼の心は波のように揺れ動き、新たな知識と力が広がっていくのを感じた。ああ、これが自由か。非常に興味深い。ベルドラの声がリムルの心の中で響いた。君の存在は今、私の中にも織り込まれている。これから先、何が起きるかは一筋縄ではいかなくなったね。一筋縄で行く必要はない。問題が糸玉のように絡まっているなら、それを解くのは新しい糸を引き出すことだ。リムルは思考を続けた。糸を引き出すとはどういうことだ。ベルドラは興味津々で問いかけた。新しい選択肢、新しい道を作ることだ。その選択肢が複数あれば、絡まった糸玉も解ける。哲学者のような口ぶりだな。確かに、選択肢が増えれば、それだけ未来は開かれる。未来を開く鍵は、現在の選択にある。それが多様であればあるほど、未来も広がる。ベルドラの竜の精神がリムルの心に溶け込むように感じた。君の言う通りだ。我々の選択が未来を紡ぐ。しかし、その選択は糸のように細く、その細い糸が集まって厚い布を作る。厚い布ができれば、寒い夜も暖かく過ごせる。我々の選択が積み重なれば、未来もまた暖かなものとなるだろう。それが君の、いや、我々の望む未来だ。ベルドラの言葉に、リムルは心から同意した。この封印解除の瞬間は、リムルとベルドラ、そしてこの世界にとって新たな布の第一子となる運命の瞬間であった。小児ジュラの森の仲間たちゴブリンの村緑の光の先に、洞窟からの脱出は、比喩で言えば新たな生命の誕生に等しかった。リムルは、ベルドラと共に洞窟を後にし、目の前に広がるジュラの森へと足を踏み入れた。森は伝説と夢が交錯するような場所で、ここには科学では説明できないほど多くの種族と文化が息づいていた。さすらいの途中で出会ったのは、緑の肌と大きな耳を持つゴブリンたちだった。彼らは、素朴な衣装をまとい、木の槍や石の斧を手に持っていた。顔には不安と期待が入り混じった表情が浮かんでいた。我々は、村を守る者としてここに立っています。しかし、怪物たちの襲撃には手をこまねいているだけです。ゴブリンの一人、リーダーらしき者が言った。リムルはゴブリンの目を見て、哲学的に答えた。
守ることとは、ただ壁を作ることではない。守る者が心に持つべきは、希望と未来であり、それは物理的な壁ではなく、心の中に築かれるべきものだ。心の中に築く、とはどういう意味ですか？ゴブリンのリーダーは額にシワを寄せた。心の壁は、共通の目的や信念によって形成される。それが怖ければ、どんな外敵も寄せ付けない。リムルの言葉に、ゴブリンたちは瞳を輝かせた。あなたが言う希望と未来、それを私たちと一緒に築いてくれますか？ゴブリンのリーダーが、期待に満ちた声で尋ねた。もちろんだ。それが、今の私の選択だから。リムルは微笑んだ。ここでの出会いと選択は、リムルにとって、そしてジュラの森にとって、新たな歴史の第一歩となった。小児ジュラの森の仲間たち種族と力の拡張御事の糸を紡ぐ。リムルの言葉はゴブリンたちの心に火を灯し、翌日から村は一変した。村人たちはかつての恐怖と疑念を振り払い、代わりに新たな希望と熱意で満ち溢れていた。リムルは彼らに名前を与えることで、その力を高めようとした。それはあたかも命の糸を紡ぐかのような儀式だった。リーダーの君は、どう呼ばれているのか？リムルが尋ねた。私の名前はゴブタです。ゴブリンのリーダー、ゴブタが答えた。リムルは深く目を閉じ、哲学的な考察を披露した。名前とは、実体を超越した形而上の存在だ。それは本質ではなく、外観でもない。名前は、人々がお互いを認識し、尊重するための道具だ。そして今、君に新たな名前を与える。新たな名前？そうだ、新しい名前で、新しい力を。君の名前は今後、ゴブタ・ザ・マイティとなる。リムルがゴブタに名前を与えると、瞬く間にその体に変化が訪れた。ゴブタは一回り大きくなり、その瞳は知性で輝き、武装も一新された。ゴブタは驚きと感動で声を失い、これが、新たな力、新たな命の始まりなのか。命の糸が紡がれた瞬間、その糸はすでに未来に向かって伸びている。我々がどう紡ぐかによって、その未来は美しい布にもなれるし、ただの繊維の束にもなる。選択は我々に委ねられている。リムルはゴブタに語りかけた。命の布を美しく紡ぐために、我々も全力で支えます。ゴブタは堂々と宣言した。この日以降、ゴブリンたちはゴブタ・ザ・マイティの下で力を高め、その他の種族、オークや獣人たちとも積極的に交流を始めた。新たな力と名前によって、彼らは単なる生存者から未来を築く者へと進化を遂げていた。小児ジュラの森の仲間たち経済と文化夢を紡ぐ絹の糸。リムルが力と名前を与えた後のゴブリンたちや、ゴブタ・ザ・マイティ率いる新生ゴブリン種族は、単なる物理的な強化に止まらない進化を遂げた。それは文化と経済、そして思想にまで及ぶ広がりを持っていた。おい、リムル、この新たな道具をご見よ。ゴブタが木と石、そして新たに発見された金属を組み合わせた奇妙な器具を指している。リムルはその器具を詳細に観察した後、少し微笑んで言った。君たちはただ生き延びるだけではなく、生きる質を高めようとしているんだね。何もかもが生き延びるためだけに存在するわけではない。私たちは夢や希望、美しさも追い求めている。ゴブタは哲学的に答えた。美とは、神が人間に与えた最後の慈悲。それを求めることは、純粋な心を持つ証拠だ。リムルは銀の月光が湖面に揺れる風景に目を向けた。ゴブタも同じ方向に目をやり、その美しさに言葉を失った。この美しさは、我々が守るべき文化と自然の調和そのものだ。そして、ゴブリンたちは手作りの楽器で音楽を奏で、独自の絵文字や符号で歴史を記録し始めた。さらには、周囲の森の資源を生かして商取引も行い、次第に経済の基盤も築き上げていった。リムルはその全てを優雅に、しかし力強く指導していた。我々が作り出す文化と経済は、この森全体を美しく豊かにする糸だ。その糸で夢を紡ぎ、理想を形にするのだ。
リムルは最後に深く名目した。小児ジュラの森の仲間たち外交と同盟宇宙の織物に糸を加える。ジュラの森は日々変わっていった。リムルとゴブタ・ザ・マイティの指導のもと、経済と文化が豊かになり、その影響は森の外にも広がっていた。ゴブリンたちだけでなく、オーク、獣人、さらには森を訪れる外部の種族までがその変革に気づき始めた。リムルはゴブタと共に森の端に立ち寄る外国の施設と会談を持った。使節団の代表、エルフの女性、イリアは細やかな芸術で織りなす美しい衣服に身を包み、その眼差しは幾世代もの知識と経験を内包しているかのようだった。ごきげんよう、リムル様、ゴブタ様。私たちエルフ族も、ジュラの森におけるあなた方の努力に敬意を表します。イリアが礼儀正しく挨拶を交わす。リムルは笑顔で応じた。感謝する、イリア。森は私たち一人一人の力ではなく、多くの生命が織りなす美しいタピストリーだ。君たちエルフ族もその一部として、このタピストリーに糸を加えてくれるのではないか。それは美しい比喩ですね。森とは、宇宙の織物そのもの。イリアは言葉を紡ぎながら、その瞳に多層的な知識の深度が垣間見えた。外交とは、この美しい織物を補完し合い、美を高め合う作業。もし私たちが手を取り合えば、このタピストリーはさらに広がり、美しくなるだろう。リムルが真摯に語りかける。我々エルフ族も同意見です。では、今日から私たちとあなた方は、正式な同盟を結びましょう。イリアが堂々と宣言し、その場にいた全員は心からの拍手と歓声でその瞬間を祝った。この日を境に、ジュラの森は内外問わず多くの種族と交流し、その影響力は確実に広がっていった。リムルと仲間たちはそれぞれの方法で、世界に名を馳せ、新たな糸を宇宙の織物に加えていった。前半終了、いかがでしたか？前半では驚くべき展開がいくつかありましたよね。この物語がどう進展するのか、気になった方は後半も必見です。もし面白かったと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。後半もお見逃しなく。